ご視聴ありがとうございます。フレームワークスです。今回はこちらのシャア専用図獄を大理石塗装をしてキャンディー塗装仕上げにしていこうと思います。普段はあまり光沢塗装は行わないのですが、一度やってみたいと思っていたので今回は挑戦してみようと思います。それでは早速見ていきましょう。今回は塗装に重きを置いた製作になるので、外装の改修は行わずに表面処理だけをしっかりとやっていきました。ズゴックの外装はほぼ曲面なのでスポンジヤスリを中心に使っていきます。まず600番でゲート跡を鳴らし、表面の凹凸をなくしていきます。次に800番、1000番、1500番、2000番という順で徐々に番手を上げていってヤスリの傷跡を消していきます。すべての外装パーツに同様の表面処理を行います。表面処理が終わったら下地を拭いていくために持ち手棒をつけていきます。下地色に使用したのはガイアノーツのサーフェイサーエボブラックです。キャンディー塗装にするためシルバーのノリが良くなるように黒を選びました。すべての外装パーツにこちらを塗布していきます。黒サフが乾いたらさらにシルバーの発色を良くするため光沢クリアを拭いていきます。使用したのはクレオスのスーパークリアー3です。下地が光沢ブラックに仕上がったら次は大理石塗装をする準備をしていきます。目の粗いウエットティッシュを引っ張ってさらに目を大きくしていきます。向こう側がしっかり見えるぐらい目が大きくなったらパーツにかぶせていきます。この時パーツの塗装面にウエットティッシュが重ならないように注意しながらかぶせていきます。使用したシルバーはクレオスの8番シルバーです。塗料の吹き出し量を抑えながらふわっと吹きかけました。3時間ほど乾燥させてしっかり乾いていることを確認できたらウエットティッシュを剥がしていきます。この時ウエットティッシュの残骸が結構パーツに張り付いてしまっていたので手で取れる範囲はきっちりと取り除きました。この時塗料の中に埋もれてしまっている残りカスは無理に取ろうとするとシルバーが剥げてしまうので、ここではヤスリなどで取ろうとはせずにそのまま上から塗装を重ねていきました。次にクレオスのクリアブラックでパーツのエッジ部分にシャドウを入れていきます。こういったグラデーション塗装なんかも普段はあまりしないのでちょっとビビってしまってクリアブラックを薄めすぎたような感じになってしまっています。濃い赤色のパーツにはクレオスのクレアピンクを全体に吹きかけていきました。
このクリアピンクは吹きかければ吹きかけるほど紫色に近くなっていくので、いい感じの頃合いで止めるのが難しかったです。ここでもエッジ部分から上へとだんだんとグレデーションになるように意識して塗っています。薄い赤色の部分にはクレオスのクリアレッドで塗装していきます。クリアピンクを塗装したパーツにさらにその上からクリアブラウンを塗装していきます。クリアブラウンは全体に吹きかけるのではなく、エッジ側から濃淡が出るように吹いていきます。内部フレームにはガイアノーツのメカサフスーパーヘビーを使用しました。すべてのパーツの塗装が完了したらデカールを貼っていきます。使用したデカールは RB コーションデカールとグッドマークデカールのナンバーとフォントです。デカールの配置の参考にしたのはガンダムフィックスフィギュレーションのシャア専用ズゴクです。私がバージョン化時風のマーキングデカールを貼るときはデカール自体をデザインに合わせてカットして貼り付けていっています。なかなか市販されているものでバージョン化時風のデカールがないためです。マークセッターは持っているんですが、マークセッターを使うとはみ出た糊の部分を拭き取るのが大変になるので今回は使用していません。比較的新しいデカールであればマークセッターを使わなくても十分に密着してくれるので大丈夫だと思います。デカールを貼り終えたらトップコートを拭いていきます。光沢のパーツにはクレオスのスーパークリア3、艶消しのパーツにはスーパースムースクリアを拭いています。クリアが乾いたら光沢のパーツを水研ぎしていきます。塗料だまりやホコリのついている部分、あとウェットティッシュの残りカスなどをこの時点でフラットにしていきます。1500番のスポンジヤスリを使って力はほとんど加えずに撫でるような感じでヤスっていきます。ヤスリをかけるとその部分は艶消しになってしまうんですが、これは後から光沢クリアをもう一度吹きかけることによって復活しました。はい、ということで水研ぎが終わったら光沢クリアをもう一度吹きかけていきます。光沢クリアは 0.5mm 径のハンドピースで垂れてくる直前ぐらいを狙って厚吹きしました。最後になりましたが爪の部分は
鋭くなるようにシャープに削り込んでおきました。今見せているのが削る前で、右側が削った後です。仕上がったパーツを組み上げるとこんな感じになります。初めての光沢塗装の割にはまあまあできた方ではないでしょうか。最後はウレタンクリアを拭いた方がいいと思うのですが、まだウレタンクリアを使う勇気がなかったので、今回はラッカークリアで仕上げています。動画の最後にフォトギャラリーを用意しておりますので、そちらもご覧ください。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。これからも制作動画をどんどん上げていこうと思っていますので、ぜひチャンネル登録してチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。